皆さん、こんにちは。ゆきです。今日はちょっと不思議な沖縄のお話です。もう8月も終わりだけど、皆さん楽しいことはしましたか？最近沖縄はすごく盛り上がっていました。なぜかというと、高校野球で沖縄のチームが優勝したからです。イエーイ！おめでとうございます。日本では夏に高校生の野球の大会がテレビで毎日放送されます。その高校野球の話をしてみようと思います。最近 SNS でもたくさん話題になったんですが、沖縄では高校野球の試合で沖縄のチームが出ているとき、街から車が消えてなくなるという噂があります。みんな、これは少し大げさに言ってるんじゃないかって思う人もいるんだけど、本当の話です。どういうこと？そんなことあるの？って思う人も多いと思います。でも、これは沖縄の歴史と深いつながりがあります。今日は沖縄の人がなぜこんなに野球の応援を頑張るのか、高校野球にハマるのかという話をしてみようと思います。このチャンネルでは日本語を勉強している方や日本の文化、歴史に興味がある人のためにゆっくりできるだけわかりやすくお話ししています。よかったら日本語のリスニングの練習に使ってね。はい。8月ももう少しで終わりですよね。来週には9月になります。皆さんの国はどうですか？暑いですか？もう寒いですか？日本はまだまだ暑いです。最初に少しお話ししたんですが、高校野球の試合がありました。8月は毎日テレビで試合を放送していました。実は私はスポーツは苦手です。得意なスポーツは一つもないです。プールで泳ぐのは好きだけど、そんなに得意ではないです。だからスポーツのルールはあまりよくわかりません。皆さんは好きなスポーツありますか？日本では春と夏に高校生の野球の大会があって、テレビで毎日放送しています。最近その大会が終わって沖縄のチームが優勝しました。だから沖縄はそのことですごく盛り上がっています。この野球の大会のことを甲子園とみんな呼びます。甲子園という場所に野球ができる球場というのは野球をする場所があって、そこで試合をするのでみんな甲子園と呼びます。日本には都道府県というのは、この地域ごとに、言い方が県だったり府だったり、沖縄は沖縄県、東京は東京都から都だったり県だったり地域の言い方に4種類あるんだけど、その
4種類をまとめて都道府県と呼びます。この都道府県が日本は47個あります。で、47のこの都道府県の代表、選ばれた人が代表になって甲子園で試合をします。試合をして日本一を決めます。この甲子園の試合がテレビで毎日放送されるんですが、沖縄のチームが試合をしているとき、街から車がなくなります。それは私が子供の頃、もしかしたらそのずっと前からです。では、なんでこんなに頑張って応援するのか、不思議に思う人もいるかもしれません。沖縄は、電車がないので、ほとんどの人は車で移動します。だから、いつもは車で道がとても混んでいます。でも、甲子園の試合がある時間帯は、車がなくなって、とても道が空いています。それはみんな家や会社、お店などでテレビを見てチームを応援しているから、車でどこかへ出かけたりする人がほとんどいなくなるということです。でも不思議だと思いませんか？試合をしている時間はみんな仕事をしている時間ですよね。みんなが休みというわけではないので、仕事をしている人もいるはずです。でも私が子供の頃から市場の中にテレビが置かれて、そこでみんなで集まって応援をしたりしていました。もちろん家にいるときはみんなテレビを見て応援していました。じゃあどうしてこんなに頑張って応援するんだと思いますか？実は少し悲しい歴史と関係しています。沖縄は第二次世界大戦の前、戦争の前はこの甲子園の試合に出ることができませんでした。沖縄は日本の本州とは離れていて、船に乗らないと本州に行くことができません。だからとてもお金もかかるし、時間もかかります。沖縄のおじいちゃんやおばあちゃんもその甲子園に出たくても出られなかったという悔しい思いをずっと抱えているんだと思います。第二次世界大戦が終わった後、沖縄はアメリカに支配された時代がありました。その時は沖縄から東京に行く時もパスポートが必要でした。だから簡単に行くことはできませんでした。その時にまだ沖縄が日本の一部に戻っていない時代に一度甲子園に出たことがありました。で、甲子園に出ると負けたチームは甲子園の球場の砂を持ち帰ります。甲子園に出た記念として砂を持ち帰ることができます。でも、その時はまだ沖縄が日本の一部に戻っていなかった時代です。だから
沖縄に帰るときに税関カスタムでこの砂が取られてしまって、せっかく記念に持ち帰った砂を沖縄に入る前に海に捨てないといけなかったという悲しい歴史があります。その時に甲子園の試合に出ることができたことはとても嬉しかったと思いますが、こうやって砂を持ち帰ることもできなかったという悔しい思いがおじいちゃんとかおばあちゃんから受け継いで、みんなで応援するようになったみたいです。だからその歴史を考えると、今こうやって日本の中の一つのチームとして甲子園に出ることができること、他のチームと試合ができること、あとは他のチームと試合をして勝つこと、それができるということだけでもとてもありがたいことなんだなと思います。だから沖縄の人にとっては甲子園で沖縄のチームが優勝して、その優勝旗、優勝したという印の旗を沖縄に持って帰ることができる。その旗が海を渡って沖縄まで来るというのがとても特別なことのようです。だから今年の甲子園でも沖縄のチームが出ているときはみんなで応援をしていました。仕事の予定や遊びの予定を変えたり、買い物をやめてテレビでみんなで応援をしたり、電気屋さんやモールの中でもそこにいるみんなで応援をしていました。悲しい歴史があったけど、おじいちゃん、おばあちゃんからこうやってみんなで応援するっていう伝統を引き継いでいるんですね。今年の夏は沖縄のチームが優勝、日本一になったので、とても盛り上がっていました。皆さんの国では高校生に人気のスポーツはありますか？いつもはもう少し簡単な言葉を選んで話すんですが、ちょっと今日は難しい単語もたくさん出てきましたね。時々こんな感じの動画もアップしていきたいと思います。もしこの動画が良かったら、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。またライブ配信もやる予定なので、通知をオンにして待っていてください。参加できる人はぜひチャットで参加してみてね。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。